テレワークです。今回はアスペルガー症候群について、お話をしたいと思います。まずはじめに、ウィキペディアで、紹介されている、アスペルガー症候群の定義についてご紹介します。コミュニケーションや興味について特異性が認められるものの、言語発達は良好な、先天的な人の発達における障害とされています。自閉症スペクトラム障害、これ ASD と言いますが、これのうちに、知的障害及び言語障害を伴わないグループを、言います。発生原因は不明とされていまして、効果が示されたと広く支持される治療法はないというふうにされています。放っておくとうつ病や強迫性障害といった二次障害となることがあるとの指摘もあるというようなことが、アスペルガー症候群の、定義として紹介されています。で、いろんな、困りごとがあるんですけれども、対人関係においては、相手の気持ちや意図を想像するのが苦手である、場の空気が読めない、曖昧な説明や指示が苦手、冗談を真に受ける、他人への興味が薄いといったようなことが指摘されています。それから、行動と興味ですけれども、決められた手順やルールにこだわりがある、急な変更や予定外なことが苦手である、臨機応変に対応できない、特定の対象への強い没頭が、ある、それから動作の反復を好むといったようなことが、言われています。で、私自身がこのアスペルガーを、どう考えているかっていうのを、これは個人的な意見なんですけども、考えていることがあるので、これからそれをお話ししたいと思います。我々を、従来型というふうに、呼んで、アスペルガーの方はアスペルガー型というふうに、まず呼ばせていただきますと、従来型のですね、情報のパケット、情報の、データの塊がですね、アスペルガーの方々とは異なっているなというふうに思っています。従来型のパケットっていうのは、これはムンクの絵なんですけども、画像をですね単純化して記憶する、で小さく画像のサイズとかを小さくする。でアスペルガー型は、画像をそのまま記憶するという、情報の、記憶の仕方の型が違うというふうに、思っています。これによってですね、いろんな行動とか、その考え方とかに、違いが出てくる。従来型の特徴は、1パケットの容量が小さくて済みます。で、さまざまなデータをこのパケットに付帯させることが可能。で、多くのデータ、多くのパケットを高速に処理ができます。で、パケットをですね、個として捉えることもできれば、全体一塊でいくつかのパケットを合わせて、噛み合わせて、捉えることができる。で、ただその画像的には単純化しているので、思い出そうとしても正確にはその画像を再現することができないですね。これに対してアスペルガー型というのは、1パケットの容量が大きいです。画像をそのまま記憶してしまいます。で、そのパケットの中で画像データが占める比重が非常に大きくてですね、データをいろいろくっつけて付帯させていくことに、限りがある。で、
印象に残るものだけが記憶される、きっちり全部覚えるか忘れてしまうか、どちらかというような記憶になります。で、データをですね、こと全体で扱うにはトレーニングが必要。一個一個のデータが大きいので、これをいくつか組み合わせてまた別の概念につなげるとかっていう作業が脳内でなかなか難しい。で、これはトレーニングしないとなかなか身につかない。で、その印象づいた画像っていうのは、思い出そうとすれば、かなり細部までですね、再現することができます。このような違いがあるんですね。で、データに何を付帯させるかっていうことなんですけども、我々従来型の、データは、単純な画像に加えて、作者がムンクですよ。で、タイトルは叫びです。制作されたのは、1893年ノルウェーで作られました。この絵から受ける印象は、不安であったりとか、人が途方に暮れたっていう状態を表しているっていう、文字情報をですね、この画像の単純な画像に貼り付けて、小さなパケットを構成する。そのパケットをいくつも、同時に扱ってっていうのが我々従来型の、データの扱い方ではないかというふうに思っています。これが、アスペルガーさんとは、違いがあるということなんですね。で、それから、特性としてですね、そのデータを個として扱う、全体として扱うっていうところを、ご説明していきたいと思うんですけども、例えば生活の一場面で、3人の登場人物がいて、1人目がですね、リーダーは上から目線で言葉がきついよねみたいなことを言い、2番目の人がなんか自分が好きな人には優しくして、なんか自分が嫌いな人には厳しくないかいみたいなことを言い、で3人目がなんか言ってることが時々時代遅れだよねとか、そういうふうなことを話し合ってる仲間がいて、そこにアスペルガーの人が登場して、いやリーダーはそんなに悪い人じゃないと思うよって、自分の意見を述べるとみんながってこう引くっていう、ありがちな場面展開なんですけれども、これがですね、何を示しているかというと、場の空気っていうのがあって、それぞれの人の発言を整理して、態度がどうだったかっていうのを図にすると、こんな感じになります。でこれがもしですね、3人目の人が、違う意見を言う、困った時には助けてくれたよっていうふうに言うと、批判的な流れっていうのが、ちょっと変わっていきまして、これが、場の空気っていうのに沿うには、3人が全て否定的だっていう流れの時には、そこの流れに逆らわずに、そうだねっていうふうに言っておくっていうのが賢い交わし方ですね。でここでもしその2人は否定的だけど1人肯定的な意見を言ってくれたとすると、否定が2に対して自分も含めて肯定が2になるので、自分の意見を述べることができる。そこで自分の意見を述べても、違和感がない。でこの流れをですね、その一人の人間が、態度を変えることによってその全体の雰囲気が変わるっていう、この複雑な動きを見て取って、それで自分の態度を、そこに合わせて変えていくとかっていうことを、従来型の我々は、子どもの頃からの、トレーニングによって、割と苦もなくできるんですけれども、アスペルガーの方々は、こういうのが難しい。で、自分は自分じゃないかとか、
なんでみんなに合わせなきゃいけないんだとか、アスペルガーさんの、意見というのがあって、そこで、なかなかもつれて、行ってしまうっていうような傾向があると思います。で、こういう特性がある中で、もしそのですね、データを扱う方が違うだけなんだ、そもそものところはそこだけなんだというふうにした場合に、私としては、こういうアドバイスができるのかなっていうのを、お伝えしたいと思います。アスペルガーっていうのは、私の意見ですけれども、血液型の違いのようにですね、遺伝的に記憶の型が違う、そのパケットの、扱う大きさとか扱い方が違うというふうに私は思っています。で、その遺伝的な特性を、むしろ発達過程で補うように、修正されていて、発達障害ではないんですね。遺伝の特性を発達で補っているっていうのが真相ではないかというふうに私は思っています。で、このアスペルガーの人たちが持っている、個性の部分がですね、生かして尊重していく部分っていうのと、トレーニングを行ってその生きづらさを緩和する部分と、両方が必要ではないかというふうに思っています。で、熱中して没頭して、日が暮れても気がつかないでとかっていうことがよく言われているんですけども、そういう熱中できることを見つけることがですね、QOL、その人が豊かな人生を歩む上で、プラスになることなので、これをやめさせたりする必要はどこにもないというふうに思いますね。で、こだわりを持ってらっしゃるんですけど、それは私から見ると、精神安定剤として働いていて、この先ほど出した例のようにその変数が1個変わると全体がガロッと変わってしまうとかっていうその不安定な状態に、居心地の悪さを、日々感じていて、何かにこだわって、その毎日同じようにやること、例えば歯磨きの順番とか、決めてそれを守ることが、精神安定剤になっているのかなというふうに思っています。なので、そのこだわりに何か人に迷惑をかけたり、害を及ぼすようなものでなければ、こだわりがあってもいいよということではないかと思います。それから社会性を過度に求めることは適切でないと思います。情報の処理のパケットの形にもうそもそも違いがあるので、ここまではできるけどこれ以上は無理だよっていうのが明確にあると思っていて、それ以上のものを求めることは大きなストレスになるので、適切ではないです。むしろ、ここまででやめとくっていう線引きの仕方を教えてあげて、それ以上の部分は頑張っても意味ないから、批判されてももういいじゃないとか、いうふうに、切り分けをするというか、線を引くというか、そういう対応が必要なのかなと思います。それから、ウィキペディアにもありますように、そのうつや強迫性障害を、併発しやすいということなんですけれども、これはやっぱりですね、何か楽しもうとすることが制限されて、楽しくないことを強制されるっていうことの積み重ねじゃないかなというふうに思っていて、楽しく生きることとかですね、人生に喜びがあることっていうことがまず重要で、のびのびと生きてもらうことが必要なんじゃないかなというふうに思います。それから付け加えてですね、アスペルガーの、お子さんを持っている方が、子育てで、苦労されている部分っていうのもあると思うんですけども、それについて付け加えておきたいと思います。まず接し方のアドバイスなんですけれども、
時間とフォーカスっていうところが、すごく大事なのかなというふうに思っています。時間というのはアスペルガーの子供は、全体の状況を把握するのに、若干時間がかかる傾向があるので、その時間がかかっていることに、イライラせずに見守ってあげるっていうところと、で見て取った状況の、どこにフォーカスして注意を向けるのかっていうのを、指導というか、教えてあげることが大事なのかなというふうに思います。具体的にはこの絵にありますように、人がいたらその人の顔の表情にフォーカスを当てて、そこでその人がどう感じていたかっていうのを記憶するっていうようなトレーニングをすると、社会生活が楽になるのかなというふうに思います。重要なことの一つはですね、その熱中できることや、楽しめることについてはやっぱり協力をする。いつまでもそれやってんじゃないよとかって言わないで、本人楽しませてあげる。でそういう熱中できることを、見つけることを支援する。もし見つかってなければ非常に苦しい人生だと思うので、こういうのを見つけられるように手伝ってあげるということが大事なのかなというふうに思います。それから社会への適応には限界がある。あまり無理して合わせようとしなくてもいいよ。ある程度頑張ってみようねっていうスタンスでいいのかなと。それから、アスペルガーの子どもはいじめを受けやすいので、いじめを受けないように対策をする。具体的にはですね、子ども同士ってこうフィジカルな、ことで、やり合うことが、大半なので、そのスポーツ、格闘技系でもいいし、水泳とかでもいいし、何かその体格が良くなるような、習い事とかを、やっておくと、その簡単にいじめられなくなるっていう部分でその子を守ってあげられるのかなというふうに思います。そういう運動が嫌いな子もいると思いますけど、それは自分の守るために必要だよということで、何かできそうなことを探してあげてみてください。今回は以上になります。